イラスト美術館へようこそ。私はガイドの椿と申します。当館はイラストレーター様の作品をオンラインで展示している美術館です。さて、本日はアルパカ様の作品、春へ告ぐをご紹介します。イラストは冬から春へ転換する場面を描かれています。そして、中央の巫女服を着た人物は、作者様が創作されている、旅する角人というシリーズのキャラクターで、名前はかのこと言います。かのこは日本鹿の化身であり、巫女として仕えている身です。普段はこの世界のどこかの社、もしくは別の世界の原風景が残る、幻想郷のような場所に現れるようです。白い絨毯に覆われた大地に、枯れ木の生えた森の中を散策するかのこ。見つけた。周りより一回り大きな2本の大木に、年季の入ったしめ縄がかけられている。その先には草花の緑燃えゆる風景と、息を飲むほど美しく咲き誇った、桜並木がうかがえる。無彩色の空間から鮮やかな世界へと、移り変わるこの瞬間は、幾百年と生きている身ではあるが、毎年のことながら心が躍ってしまう。本作品のポイントは3点。木の幹、色の構成、構図、上から順に解説をしていきます。まずは、木の幹について、実際の木の幹の写真に、凹凸の部分を抽出されています。これは、画面がうるさくならないように、メインとなる中央の大木の2本の実に使用されています。次に、色の構成についてです。冬と春の対比構造を表現するため、冬側はなるべく低彩度の色を使用し、中央の春の風景には、鮮やかな色が使われています。また、鮮やかな風景が、中央に来ることによって、視線を集めやすくなっています。キャラクターの服の火袴の色も、鮮やかな黄色ではなく、どちらかというと冬側の色味に、合わせても目立ちすぎないような、彩度低めの赤を使って着色をされています。3つ目は、構図について、メインを中央に置き、目立つように描かれています。また、桜の花びらを、冬側の風景にも少し散らし、冬と春の境目なのだという印象を、与えることができるような、描写になっています。春の風景では煽り構図を強くし、まだ道が続いているような、イメージ、奥行き感を作品に持たせています。最後に作者様の思いをお伝えします。作品を書くに至った経緯は、和をテーマにした作品を描くことが好きで、特に季節の微妙な変化を美しく表現したい気持ちから描きました。作品を見た方にどのように伝わってほしいか、季節の変化もそうですが、そこから匂いや音など、五感で感じ取っていただけたら嬉しいです。その思いの通り、厳しい雪風の寒さを肌で感じつつも、その先の春の景色に魅了される作品だと私は思います。作品を生み出していただき誠にありがとうございました。それでは以上で、春へ告ぐのご紹介を終了したいと思います。アルパカ様、並びにご来館いただきました皆様方、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。